札幌を出発し、北へおよそ 300km、 寄り道をしながらも無事に日本最北端へ。数々の絶景を堪能し、稚内で一泊したのでした。皆さん、おはようございます。今日はここ稚内を出発し、オホーツク海側を南下、紋別を経由して内陸に入り、旭川の快活に泊まる予定です。今日最初の目的地は昨日に続いて宗谷岬。昨日は混雑していてまともに見られませんでしたが、現在時刻は7時半過ぎ、空いていることを祈りつつ向かいます。そんな話をしているうちに出発から30分ほどで宗谷岬に到着。混み具合はほぼ貸し切りですね。それではバイクを降りて昨日は見られなかったモニュメントへ。昨日の喧騒とは打って変わって静かな最北端。これぞ求めていた景色です。先の方へ向かうと、カメラだと分かりにくいですが、肉眼ではシベリアもしっかり見えます。見たかった最北端を堪能できて大満足です。それでは昨日の分も楽しんだところで宗谷岬を後に南へ。次の目的地は猿払村道江佐ぬ河川。国道から一本外れた開放感抜群の直線道路。今から走るのが楽しみです。ということで走り続け、宗谷岬から20分ほどで猿払村に。江佐ぬ河川は村の南端、30分ほど走り、江佐ぬ河川の案内標識が意外と親切なんですね。そしてT字路を右折していよいよ江佐ぬ河川へ。左手には海、右手にはどこまでも広がる草原。これはすごいですね。一度プランクを挟んで再び直線道路に。ここが最長区間の直線ですが、圧倒される景色ですね。心が洗われる景色とはまさにこのことかもしれません。途中テンション高めのカブライダーとすれ違いながら残りの区間を走っていきます。15km 超の江佐ぬ河川もいよいよ終盤。最後の直線はかなり凹凸があったのでご注意を。ということで江佐ぬ河川は終了。素晴らしい道でしたね。映像では良さの半分も伝わらないかと思うので、ぜひ一度走ってみてほしい道です。さて続いての目的地は浜頓別町の屈茶路湖。宗谷岬から1時間ほど走ったので湖畔で休憩です。さて浜頓別の市街地に。ここから湖畔まではすぐそこ。ということで屈茶路湖に到着です。湖畔キャンプ場はなかなかいい雰囲気。バイクを止めて少し散策します。屈茶路湖は日本で3番目にラムサール条約に登録された汽水湖で、周囲は約 27km。 今日は風がなく鏡のような湖面が綺麗ですね。
かはここでキャンプをしたいなと思いつつ出発です。休憩を挟んだところで次の目的地は南東に約 120km 紋別市です。今日の行程は本当にざっくりしか決めていないので、気になった場所があれば寄り道していくスタイルで行こうと思います。行き当たりばったりの珍道中になりそうですが、お付き合いください。ということで、ひたすら南東に歩みを進め、1時間ほどで枝幸町へ。面白そうな場所を見つけたので急遽寄り道。北三上岬公園というところのよう。バイクを降りて散策してみましょう。キャンプカーで車中泊している方が多いですが、先の方には何があるのか。しかし公園の先には特に何もなく、それでも左手には綺麗なカムイ岬が見えます。向こうのカムイ岬には灯台もあるそうなので、次はそちらに行ってみたいですね。ということで出発。紋別に向けてどんどん走っていきましょう。先ほどから1時間ほどで大武町に。カムイ岬公園以降ずっと走りっぱなしだったので、道の駅オウムで休憩をしつつ、お昼も近いので次の町の興部町のお店に向かっていきましょう。およそ20分黙々と走り、走行しているうちに興部町の市街地に、そしてお店に到着です。頼んだのはとんかつ定食。ボリューム満点でとても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで腹ごしらえをしたところで出発なのですが、とんかつ定食で一つやらかしをしていまして、とんかつの左にある銀の器、多くの人がカレーだと思うと思いますが、実はサラダ用のごまドレッシング。数口食べてようやく気づいたくらいなので、先入観は怖いですね。そのまま海沿いを進み、ついに紋別市へ。次の目的地は紋別市の氷海展望塔オホーツクタワー。途中で給油を済ませ、オホーツクタワーのある海洋公園へ向かいます。夕日を見るための施設ですが、真夏でも楽しめるのか。ということで到着です。まずは近くの海洋交流館へ。早速中へ。奥に見える赤い船は流氷観光船のガリンコ号ですね。幼少期に一度だけ乗った記憶があり、初訪問だと思っていた紋別に実は来たことがあったようです。さてそれでは目の前のクリオネプロムナードを歩いて海上のオホーツクタワーを目指しましょう。途中不気味な音が聞こえますが、とりあえず前進ということで、タワーに通じる連絡橋の下に到着。エレベーターで3階に上がり、連絡橋を渡ってタワー内部へ。タワーはオホーツク海が一望でき、
素晴らしい展望ですが、真夏の青果人は少なめ。レストランの方と目が合い、少し気まずくなり、早々に退却です。タワーには地底海があり、海の中の様子が見れたり、水族館のようになっているようなのですが、今回はパス。流氷の時期にはたきたいですね。最後に息に気になっていた謎の音の正体を見に行きましょう。その正体は潮の満ち引きを利用してアザラシの鳴き声を再現しているとっかりの笛。個人的にはちょっと不気味な音に感じます。ということで、オホーツクタワー観光はこれにて終了。それでは紋別を離れる前にカニの爪オブジェの前で写真を撮っていきましょう。ここ海洋公園からカニの爪オブジェまではすぐです。5分ほど走って見えてきたのが巨大なカニの爪ですね。巨大な爪がオホーツクタワーを背にそびえ立っています。なかなかユニークな写真が撮れましたね。それではここからは紋別を出発し、内陸へと入っていきます。目指すは今日の宿泊地旭川ですが、ルートは今走っている国道273号線を直進し上川町へ。そこから国道39号で旭川を目指すコース。もう一つは滝上町から脇道にそれ、縄文峠経由で愛別町から国道39号に合流するコース。悩んだ結果、峠道を選択。峠と聞いたら行きたくなりますよね。ということで、滝上町を抜け右折して縄文峠方面へ。山間部に通じる畑道を進んでいくのですが、映像には収められなかったのですが、先ほど道端に熊出没中という看板がありまして、これまでになくビビりながら峠に向かっていきます。それにしても対向車はおろか、後ろも前も全く車がいないんですよね。そして現れる看板、ここは県外なんですね。そんなこんなで峠の醍醐味、ヘアピンカーブが近づいてきたのですが、思っていたのと違う。がっつりシェルターに覆われたカーブを通り抜けていきます。景色のいいカーブを求めてわざわざ峠道を選んだのに、これでは意味がないですね。そのまま士別市に入るもシェルターカーブは続きます。逆にここまで急なカーブでトンネルのように覆われている道は珍しいのでは。開き直って走り続けます。ようやく峠を抜けたと思ったのもつかの間、再び県外の区間に入ります。その後も一台ともすれ違うことなく走り続け、ようやく人里へ。建物が見えるだけでこんなに安心するなんて、日常ではなかなか味わえない感覚です。そして愛別町の市街地を右折。時刻は4時半を回ったところで、ここからは旭川紋別自動車道で旭川を目指します。峠を走らないルートならもっと手前から乗れていたことは忘れましょう。
そこから10分ほどでピップ町に。ピップジャンクションから道央道に合流し、旭川市へ突入。次の目的地を快活にしてもよかったのですが、せっかく日が長いのでもう1カ所だけ観光することに。次の目的地は旭川の少し奥、カムイコタンです。一瞬高須町をまたいでから旭川高須インターチェンジで高速を降ります。ここからは下道でカムイコタンに。旭川市の西端に位置するカムイコタンはインターチェンジからおよそ 30km。 意外とあるんですね。旭川市街地方面からは一度 U ターンしてトンネルの横を左折。秘密のルート感がありますね。ということでカムイコタンに到着です。この峡谷はアイヌ語で神の集落と呼ばれ、古くから聖地とされてきました。川幅が狭まり流れが激しく、船が転覆しやすかったため魔人の仕業と恐れられていたようです。白い歩道橋が綺麗ですが、なんだか不思議な雰囲気がありますね。橋の先には旧カムイコタン駅舎が。曇天と日暮れが合わさってなかなか不気味です。昔はここに鉄道が走っていたということで、北海道の昔の鉄道網に少し興味が湧きました。ということでカムイコタンの観光は終了。ここからは旭川中心部の快活を目指して走っていきましょう。来た道を引き返し、20分ほどで快活に到着です。それでは早速手続きを報告します。止まれませんでした。今までのツーリングではなんやかんやで止まれていたので油断していましたが、こうなる可能性も全然あったんですよね。前代未聞ですが、幸い旭川から札幌までは高速で2時間ほど。本当は旭川に宿泊して明日は富良野方面を走って札幌に帰ろうと思っていたのですが、強制帰宅コースです。疲れた体に鞭打って再び旭川高須から高速に。バイクに乗るには涼しすぎる夜の北海道の高速を走っていきます。途中砂川サービスエリアで休憩を挟みつつ、江別東インターチェンジで高速を降ります。そこから街灯もほとんどない区間を走り続け、なんとか昨日の出発地点道の駅と別に到着です。帰りの2時間は永遠のように感じましたが、今日の動画はここまで。次回は富良野観光編です。ここから実家までもうひと踏ん張り頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。